絶対にやってはいけないと。僕は人を呪い殺すため、人をダメにしてしまう呪術、絶対にやってはダメです。使い方を一歩間違えると人を本当に殺してしまう。忍者と一緒にジャパニーズカルチャーを楽しく学ぶ忍者カルチャー TV。こんにちは、くのいちの鏡と申します。近年明らかになった忍者の史実をもとに誰もが知りたいと思っていた忍者の実態に迫ります。昔からやってきた忍者の秘術みたいなので、絶対にこれはやってはいけないとされていたものなどありますか？特に今絶対的にやってはいけないのは、アニメにも今あるんですけど、呪術廻戦ってありますよね。はい。もうすごく映画でも大ヒットしましたけど、あれに出てくる呪術。はい。いわゆる、例えばいろんな呪術があるんですけれども、呪術とか念術って言って、念を込めて行う術。これも呪術の中に入るんですけど、人を殺めるため、もしくは人を呪い殺すため、人をダメにしてしまうために使う呪術。これは絶対にやってはダメです。やっぱりいろんな悩みを持った方がご相談に来られて、でその時にお札をお渡ししたりとかするんですけど、やっぱりその札自体も使い方を一歩間違えると人を本当に殺してしまう、殺めてしまう力を持っている札なので、絶対にそういったものには使わないでください。それはなんでかっていうと、最終的に自分に跳ね返ってくるから。よく昔から人を裏は穴二つって言って、人を殺すんだったら自分が入る墓の穴も掘りなさいって言われるぐらい、そういうふうな心構えがないとそんな簡単に人を殺すとかって言ったらダメだよっていうことが言われてるぐらいで、やっぱり呪術っていうのも本当に恐ろしいものなんですね。なので、アニメでやってるものは、アニメの世界、空想の世界って思われることが多いんですけど、実はあそこに出てくる術のほとんどっていうのは実際にあった呪術のものも実際中にはあるので、力技のものっていうのはほとんど呪術とかでは出てこないんですけれど、例えば呪言って言ってキャラクターの名前忘れましたけど、2年生の先輩でおにぎりの具だけしか喋らないっていう人がいるんですけどね、はい、そのキャラが使う呪言っていうのがあるんですけど、あれは本当にある人の言霊っていうもので、言霊の呪いっていうのは一番怖いって言われるんですね。で、言霊っていうのはやっぱり心の底から出るものなので、例えば何かしらの恨みがあって、あいつ死ね、あいつ死ね、あいつ死ねってずっとそれをもう本当毎日、朝昼晩ずっと唱え続けると本当にそれが起こってしまったりだとか、大きな事故に巻き込まれたりとかっていうぐらいあるんですね。で、逆に言えば、今家族が苦しいから助けてください。神様助けてって毎日一生懸命お願いすると本当に助けられたりとかっていうようなことがあるように、やっぱり自分たちでもわからないものがそこには飛び交っている。だから実際にそういう呪術廻戦で言われているような呪術だったりとか、記述的なものの中でも第三に見えないものだけど、そういったものを使って相手を恨んだりとか呪ったりとか攻撃したりするっていう禁術はもう絶対に使ってはいけない。これはもう今の社会でもそうですね。使っては絶対ダメです。呪術の日本史っていうのがあって、本当の日本の歴史にまつわる呪術と同じものが書いてあって、本当に呪いとかまじないとかのことが真剣に書いてあって、ここに両面即羅の木像が載ってるんですけど、呪術廻戦のキャラクターが使う呪術、日本に伝わる呪術を照らし合わせて紹介してあるので、アニメをもっと深く見ることもできるし、日本にはそういうのが本当にあったんだっていうのがちゃんと紹介されているので、これは嘘とか本当とかじゃなくて、忍術でもそうだけど、日本の裏の歴史っていうか、そういったのを勉強するのには本当に一番いいのかなと思う。これはいろんなものを勉強してきて、私のおすすめでもあります。はい。ぜひよかったら買ってみてください。面白いです。買います。鬼滅の刃の竈門炭治郎が持ってた黒刀って何ですか？黒刀、これでしょ？はい、それです。それですね。黒刀っていうのは基本的にこの刃の鍛錬した時にここが真っ黒い刀になる。
の黒糖っていうんですよね。何か特別なあれがあるかっていうとそうではなくて、ただその打ち手のその呪いではないですけど、その打ち手の念が入って、特にその竈門炭治郎が持ってる技術は、いわゆる水の呼吸なので、水の呼吸の刀っていうのがこの黒糖っていうふうに言われてます。なので、煉獄さんなんかは炎の呼吸ですよね。で、実はその炎の呼吸とかそういったいろいろ何々の呼吸っていう流派があるんですけど、それも結局は忍術と同じように、ナルトで言うとチャクラっていうんですけど、体内に取り組む呼吸の取り込み方によって体内でその力を形成する。で、それを一つの力に変えて技を刀だったり、そういったものに託す。もしくは忍術にチャクラを置き換えて相手に攻撃する術を出すっていうことが言われてます。例えばアニメから入るときって、なんかちょっと不安としてたり、本当にあんな術あるのっていう感じになると思うんですけど、忍たま乱太郎、あれをぜひおすすめします。なんでかっていうと、作者の天子兵兵衛先生が実際に忍術っていうのを研究されたりとか、いろんな各地、例えば伊賀とかさ、忍者伝承がある場所を行かれて、いろいろ勉強されてるので、実際に土井先生とか、授業で忍たまたちに教えてる忍術っていうのは実際に本当の忍術の教えだったりするんですね。アニメから勉強しようかなって思う人は、忍たま乱太郎を読むことを見たりすることをお勧めします。いろんな方がご相談に来るじゃないですか。恋愛相談とかも多いと思うんですけど、恋の呪術みたいなのがあったりするんですか？いろいろ、それこそ本当にたくさんあります。これはいいものも悪いものもあります。好きな人と結ばれるためには、やっぱり相手のことをちゃんと知る。で、自分に合わせるっていうよりも、相手の気持ちに合わせるっていうことがやっぱり大切で、そういったものを踏まえた上で一つ紹介するとすれば、こういうふうな紙があったとしたら、これをとりあえず三つ折りにします。三つ折りにしますね。を叶えるための方法の一つとして、赤もしくはピンクのペンがあればいい。ピンクがあればいいんですけど、ない場合は赤でも大丈夫です。ここの真ん中に好きな人の名前を書きます。相手の名前をここに書きます。そして反対の3のところに自分の名前を書きます。例えば書きます。で、折り方が重要で、真ん中のところ、相手の名前に自分の名前、好きな人のところに自分の名前が重なるように折ります。そして、それが開かないように、こっちの何も書いてない方で閉じます。で、この状態で誰にも見つからない高いところに置きます。これをだいたい1週間ぐらい置いておいたものを、また1週間経つと交換してもらえます。それを1ヶ月繰り返すと、何らかの変化が出てくるっていう風に言われてます。実際にそれをやって、彼女ができましたとか、彼氏ができましたっていう方も何人かいらっしゃいましたので、それはもう本当にやる人の気持ち次第。あとは相手のことを自分色に染めるんじゃなくて、相手の色に染まるように近づくっていうことが大切かなと思います。あまりストーカー的なことはやったらダメですけど、相手のことを知るっていうのは一番大切です。例えば携帯覗いちゃうとか、そういうのもあんまりやったらダメですね。まだ付き合ってないので、そういったことしないように。これは本当に効果あります。今回のジャパニーズカルチャーは五条悟でした。いかがだったでしょうか？今回は実在する忍者にお話を伺ってまいりました。まだまだたくさんお話を聞いてきましたので、今後の動画もお楽しみにしていてください。また、イラストリクエストや
あなたの地元に伝わる忍者の情報などがありましたら、コメント欄に書き込みをお願いいたします。それでは今回も動画を見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。